皆さんこんにちは、読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら、天平のイラカ、井上康さんです。ずいぶん古い本ですけど、ちょっとご紹介します。日本に仏教を、持ってきたというか、日本に、来た鑑真の話です。仏教伝来というのは、もちろんもうちょっと前なんですけども、鑑真が一体何しに来たのかというと、日本の当時の仏教界っていうのは、いわゆるちゃんとした免許制度がなかったんです。ですから、いわゆる免許を与える、坊さんとしての免許を与える戒律というものが必要でした。で、それまでの日本っていうのはどうだったかっていうと、坊さんになったら税金免除なんですよ。だから、もう食っていけないっていう農民とかが、もう自称坊主みたいになって、税金逃れてるっていうことが、あっちこっちで行われて、もう国は手を焼いてたんです。この扱いに。で、いわゆる免許を与えることができる人が欲しいんですけど、宗教的なことですから、その資格を持っている人が日本にいないとなったら、どっかから連れてこないといけないということで、中国からちょっと呼んできてくれというふうになった。で、そこで、日本の僧である不詳というのが中国に出向きます。ほんで、どなたか来てくれませんかということで、当時、高名だった鑑真に会います。で、大きなお部屋です。で、鑑真に、その趣旨を伝えます。日本の仏教界がちゃんとしていくためにどうしても戒律が必要だと。で、それを持ってきてくれないかということで、鑑真に依頼する。で、鑑真がですね、たくさんいる、そう、鑑真の横にいるんですから、それなりのもう地位になっている弟子です。で、その弟子たちに、誰か中国から日本に行ってくんないかというふうに言うんです。そうすると、そこにいた、バーっていた弟子たちが、シーンとなった。そしたら鑑真が、じゃあ私が行きます。そらびっくりしますよ、周りは。だって鑑真って、もうその当時すでに相当偉い人だったの。中国の宝。で、その鑑真が、この不詳の依頼に応じてですね、自分がこの戒律を伝えていきます。当時の船の技術というのは大変、言うたら大したことない幼稚なものだったので、そうだな、船なんて3回出したら1回ぐらい沈むんじゃないですかね。そういう状態、半分ぐらい沈むかも。そしたら、中国の宝の鑑真、中国を離れて日本に行く。2、3回に1回は沈むみたいな船に乗っていきます。そしたら当然死にます。ってなる。そら止めるよ。普通、中国の人たちは。やめといてくれって。いいや、行く。だってお前ら行くって言わないんだもん、俺が行くよってなる。困ったなってなる。でもしょうがない。もうじゃあもう俺たちもついていますって、弟子も言うわけですよ。ところが、やっぱり行ってほしくないんだよな。あの、歴史の教科書とか見てると、何回も失敗したみたいなの書いてますよ。で、その何回かのうちの2回ぐらいは密告です。なんで密告かというと、中国からは正式には行っていいよっていう許可は当然出なかったんです。だから、ガンジーは密航によって日本に渡ろうとしたんです。大勢の弟子を連れてたくさんの経典を積んで、船に乗りますから、船何隻っていう状態。なかなか目立ちますよ。で、密告をするんですけども、それもですね、別に、お金が欲しくて密告とかじゃないんですよ。弟子たちがね、密告するのは国に密告します。鑑真が外に出ようとしてると。その密告はやっぱり大切なのよ、鑑真のことが。だから言ってほしくないの、命が危ないんだから。で、鑑真は怒りますよ、そりゃ。で、何回かの渡航失敗の後、一回ちょっと地方の町に行って、そこで、ちょっと、具合も悪くなってきて、治療したりとか、ちょっと休養取ってます。その時に、昔、
やっぱり国に密告して、鑑真からお前もう出ていけって言われた僧がですね、もう鑑真がいるところの、お寺の前に来てですね、許しを請うんです。申し訳ありませんで許してくれって。60日間経って謝罪するんですけども、表に。鑑真は許さなかったんですよ。許さない。見かねた周りの人間がもう、まあまあそう言いますけどって言って、やっと許してもらった。今回のこの話を見てて思うのは、その、なんで鑑真ここまでがっつり、中国からこう日本に行こうとしたのかなんですよ。で、もちろんですよ、一番の目的は、日本に戒律を伝える、免許制度を、伝えるっていうことがありますよ。そうしないと仏教ってちゃんとしないですから。で、その2つ目が何かっていうと、やっぱり中国への愛なんだよな。仏教に命を懸けるっていうのを俺がやるからお前ら見とけっていうのは、命を懸けるって、だから実は鑑真がかけたかった命っていうのはこっちよりもこっちじゃないかと。それによってやっぱり、だから日本からさっきの不将が来た時に誰か行かないかって鑑真が弟子に言った。そしたら弟子たちがシーンとなって、いや別に行かないです、そんな危ないところっていうのを見て、お前ら仏教に命かけれないの、命かけるってこういうことだ、見とけっていうのを教えるっていう、これは言ったらまあ命がけじゃないですか、鑑真にとってのね。それはとっても勇気のあることだったと思うんです。とても。で、それによって中国の仏教界がもうちょっと、なんだろう、いわゆる成熟していってほしいなというのがあったんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、周りは止めたって話したじゃないですか。そっちの方が正常なんですよ、実は。でも、こういうぶっ飛んだ感じの感性の人が結局歴史を動かすんですよね。事実、日本に鑑真が来て、日本にいわゆる戒律が伝わって、ちゃんとしたいわゆる免許制度での、日本の僧の立場っていうのが確立されてから、日本の仏教界っていうのは大きく発展します。で、やっぱり大きな階段を一個ドーンドーンって上がるときって、こういうやっぱぶっ飛んだ人の行動があるんですよね。で、何回も失敗する中でも、日本についにたどり着くんですけれども、これ僕中国からね、鑑真がこう渡ってくるじゃないですか、命がけで。で、もちろんこれはもうね、感謝しかない。日本人からすると鑑真がやってくれたことっていうのは。で、周りが何回も止めても聞かなかった。それは頑固なんじゃなくて、やっぱね、いろんな深い考えがあっての決断なんです。だから動かないんですよ。いろいろ考えた末にこうだって言ったら、それはもう間違いない。この本のメッセージ、いろいろありますよ。いろんなメッセージが含まれてますけど、やっぱね、思うのはね、年寄りの話は一回はちゃんと聞こうってことです。どうして、なんで、一から説明して。そしたらね、言ったかもよ、鑑真。だってさ、あんたたちちょっともう仏教に対する姿勢がぬるくないみたいな話。そしたらまた変わったのかもしれないよ。でも
もう活かせないことに一生懸命なりすぎたのかも、周りが。もうちょっとちゃんと話した方が、読んでるとさ、もうだんだん年齢が重なるにつれてガンジーがこう寡黙になっていく。喋らなくなる。喋らないって何かって、もう言っても伝わんねえんだもんっていうガンジーの気持ちがやっぱある。そこがね、なんかやっぱガンジーも孤独だったのかもなっていうふうに思いました。いろんなポイントのページがあったんですけど、もう、まあ、ここはここで響いたなっていう場所があったので、まあ31ページの14行目です。いいかい、ちょっと見てください。日本の仏教をね、大きく発展させるお話です。ぜひ読んでみてください。天平のイラカ、井上康、読書の達人でした。